今日は海外旅行などのフライトに持っていきたいアイテムを機内でより快適に取り出すための機内アイテムポーチを作ってみました。YouTube とか SNS で長時間のフライトで快適に過ごすためのアイテムはたくさん紹介されていますが、いざ持って行ってみると狭いエコノミー席で使いたいものを取り出すのに苦労したり、あとはせっかく持ってきたはずのアイテムがどこにしまってあるかわからないということが私はしょっちゅうありました。そこで今回は次の旅行に向けて私がだいたい4時間以上のフライトになると必ず持っていくアイテムをポーチにパッキングしてすぐ使えるセットにしてみました。今まで私が機内で使うアイテムをどのように持っていっているかというと、全部このエコバッグにポイポイ入れていました。このエコバッグに機内で使うものを入れておくと、飛行機の座席に着いた時に機内で使うものと座席の上の棚に乗せるものすぐに分けることができるというロジックです。でも実際はこのエコバッグは座席の前のポケットに入れるにはちょっと大きすぎるので、結局前の座席の下に置いているんですけど、自立しないしくたっとした素材なので、いちいち荷物を取り出す時には結構上半身を下に曲げてバッグの中身をガサゴソしないといけなくて、狭いエコノミーの座席の中では結構苦労するんです。あとはバッグ自体にも仕切りがないので、取り出したいものを見つけるのに時間がかかっていました。そこで今回の機内アイテムポーチの理想形は、座席前の狭いポケットにしまえる、そして仕切りがあって欲しいものがすぐに取り出せる、この2つです。この理想が叶いそうなポーチを先ほどクローゼットをひっくり返していくつか発掘してきました。まず形はどれもマチが狭めの四角いタイプのものになります。そして中に仕切りがあるとよりグッドです。まずこのポーチは以前100円ショップで買ったポーチなんですけど、確か100円じゃなくて200円ぐらいしたと思います。もともとバックインバッグ用にと思って買って、でも結局バックインバッグとしてはちょっと使いづらかったので、最近はクローゼットで眠っていました。そしてこちらは無印良品で買ったバックインバッグです。先に紹介した100円ショップのポーチがバックインバッグとして使いづらかったので、代わりにこちらを買いました。こちらは今もトートバッグを使う時とかに使用していますが、これも中に仕切りがあって、そしてメッシュで中身が見えるのでいいのですが、上の部分がこの100円ショップのものとは違って、チャックじゃなくてボタンで閉めるだけなので、小さいものを入れて旅行に持っていくとなるとちょっと持ち運びが慎重になってしまいます。そしてこのポーチはもう10年以上前の大昔、私のおばあちゃんからもらった伊勢丹のノベルティのポーチです。マチがない薄手のポーチなので、機内持ち込み用として使えると思って取り出してみました。メインのスペースの中には仕切りはありませんが、外側にメッシュのポケットがついているので、持ち物の内容によってはデザインも可愛いし、なかなかいいと思います。あと最近 Amazon で見つけた良さそうだなと思ったポーチが、文具メーカーのコクヨのゾフとコラボしたメッシュポーチです。こちらはメガネとかの小物もすっきり収納できる縦長のポーチで、もし新しくポーチを購入するならこれがいいなと思っています。では、このポーチの中に入れている私のフライト中に使うアイテムを紹介していきます。ちなみにパスポートとかお財布とかの貴重品は別に小さいショルダーバッグに入れて常に身につけているので、今回は除きます。まずは安眠グッズ。メグリズムの蒸気でホットアイマスク。夜便は必ずアイマスクを使って視界を真っ暗にして寝るようにしています。ちなみに最近商品名が変わったみたいで、新しいのは蒸気めぐるアイマスクと言います。てっきり偽物なのかと思っていたら、同じ顔から出ていて、保温性とかの性能がアップしているらしいです。次がマスク。機内は喉が乾燥するのでマスクも使います。アイマスクとマスクで完全防備した状態で寝ています。次にスキンケアとボディケアアイテムです。こちらはバーツビーツのレスキューオイントメント。これは顔にも体にも使えるマルチバームで、もう使い切りそうなんですけど、主に保湿用に使っています。
虫刺されとか小さい傷にも使えます。チューブタイプのハンドクリームだと上空で口を開けるとドバッと大量に出てくることがありますが、バームだとその心配がありません。次がリップクリーム。唇が乾燥していると気になるので、リップクリームも必ず持っていきます。ちなみにこちらは以前友達がハワイ旅行に行った時にもらったお土産のリップクリームで、なぜか舐めると甘い味がします。そしてヤードム。これはここから鼻でメントールを吸うものなんですけど、頭痛とか乗り物酔いとか、あとリフレッシュしたい時大活躍します。次にミント。食後のお口直しとか喉の調子が良くない時に舐めます。そしてこちらがミニ歯ブラシ。先日 Amazon の旅行グッズ紹介動画でお見せしたフロスとブラシが一体になった使い捨ての歯ブラシです。次に衛生用品です。ウエットティッシュと、あとはティッシュ。このティッシュは厚手でペーパータオルみたいに手を洗った後、ハンカチ代わりとしても使えます。アルコールスプレー。こういったカード型のものだとかさばらなくて旅行の時は便利です。次がデジタル機器。Kindle。飛行機に乗るときは必ず Kindle を持っていきます。普段はあんまり本を読む暇もないんですけど、移動中に読むと結構はかどります。イヤホン。主に寝るときにポッドキャストとか聞きながら寝落ちしています。普段は AirPods を使っていますが、機内は座席の下とかに AirPods を落とすと探すのが大変なので、有線タイプのものを使っています。スマホにつなげておけば、スマホも座席の間とかに落としてもすぐ見つかります。そして充電ケーブル。もし機内に充電口があったらスマホを充電します。先日の動画で紹介した USB のタイプ A の変換コネクタがあると便利です。はい、再度詰めていきます。はい、かなりコンパクトにまとまりました。余談ですが、iPad mini もこのポーチにはギリギリ入ります。ちなみにお手元にカラビナとか、あとキーリングがあれば、チャックのところにつけて、これでカラビナとかリングがついていれば、どこかにかけられそうな服とかあったらかけておけるのでいい感じです。あとはポーチとは別にお水、着圧ソックス、枕、あと子供のお絵かきセット、あとシールブック、そしてお菓子、こういった大きいものをまずエコバッグに入れていきます。そして最後にポーチも入れます。これでエコバッグの中もかなりすっきりして、小物類はポーチごと座席前のポケットに入れられて、エコノミークラスのフライトもさらに快適になりそうです。次の旅行でぜひ実践してみたいと思います。皆さんも機内で快適に過ごすために工夫していることはありますでしょうか？これを機内に持っていくと快適だよというおすすめのアイテムもありましたら、ぜひコメントで教えてください。今回の動画とは別に、私が旅行でも普段の生活でも持ち歩いている EDC ポーチの中身を別動画で紹介しているので、気になる方はこちらもチェックしてみてください。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。